映画大好き大塚社長とカンヌ映画祭を視察&紹介イエーイというわけで大塚さん、はい、フランスの今カンヌに来ています、はい、大塚さんカンヌは初めてですか？初めてです、はい、でもフランスは多分何回か来フられてます。ランスはリトルッチアカデミアのダビングをパリでやってたんで、はい、そう確かにやってました、まあだからそれ以来かな。大塚さんといえば、大の映画好き、いわゆるシネフィルと名乗っている。ことでもない。いや、じゃあ大塚さん今平均週何回行ってます？映画館。週1か2ぐらい。1ヶ月行かないとちょっと調子悪くなりますね。いやシネフィルじゃないですかそもそも映画好きな方々にとってカンヌ映画祭というワード自体は聞いたことあるとは思うんですけど、具体的な内容とか現地の雰囲気については結構未知数なんじゃないかっていうイメージが大きいと思うんですよね。なんで今回は初参加で映画有識者の大塚さんと共にカンヌ映画祭に参加して視察、紹介とかいろいろできたらなと思います。そもそもカンヌ映画祭とはっていうことなんですけど、世界最高峰の映画祭の一つであり、世界中の映画関係者が集まる超大規模で権威ある映画の祭典、映画を発表する場所であり、同時に映画ビジネスの巨大な商談会でもあります。プラスで今年は日本がカントリーオブオナーというのにも選ばれまして、簡単に言うと今年特に注目する国として日本が選出されて、今年のカンヌでは日本の映画や日本アニメ、日本の映像産業を世界に大きく PR する年ということなんですね。すげえ説明台詞ありがとうねなのでアニメーション作品の国際的な需要が高まっているわけじゃないですか、はい、でそれに関係して、今回トリガーが、ひいては大塚さんがカンヌに参加することになったというわけなんですけど、もともとニッチだと言われていたアニメ作品が、こうやって今では本流なエンタメのジャンルとして扱われ出しているじゃないですか。それに関して大塚さんはどう思われますか？そうですね、僕はアニメをやる前にちょっと実写を短い期間ですけど助監督をやったりしてたんで、はい、実写の映画祭っていうイメージなんですよね。いつかカンヌに行こうとかそういう意識もなかったんで、なるほど。まさか自分がカンヌ映画祭に来ることがあるっていうのをちょっと想像もしてなかったですね。いや本当にアニメーション自体が映画の中でもちょっと別ジャンルじゃないですけど、実写、映画といえば実写みたいな時代が長くあったんで、アニメーション自体がこういう風に注目されて呼ばれる日が来るっていうのは、感慨深いですね。カンヌ映画祭視察探検していきたいと思います。というわけで大塚さん、カンヌの国際映画祭のここが会場の入り口なんですけど、ちょっとどんな感じかなんでちょっと見てみますか、一緒に。視察と言いますか、マルシェってマルシェ、そうですね。映画業界とか映像業界の多分ビジネスの場で、多分一般の方々っていうよりは多分そういうビジネスの関係者の方々が集まってるところってことですよね。行きますか。行きましょう。ジャパンスクリーニングデイ。いいですね、でかい広告が今村監督のうなぎとかが過去撮ってるんですよね。うなぎはそうね、パルムドールを撮って、黒い雨は撮れなかったんで。ああ、そうなんですね。割と本命視されてたけど撮れなかったんです。そうなんですね。過去があったんですね。奈良山節子っていう映画で、最初に今村さんがパルムドール撮って、2回目を黒い雨が撮るって言われてたけど撮れなくて、その後うなぎで2回目のパルムドールを撮って、これは市川崑監督の古い映画で、撮影が宮川さんっていう黒沢さんとか溝口健二とかの日本映画の本当代表的なカメラマンの宮川さんが撮影で銀残しっていう技術を使って撮った映画で、ちょっと変わった
現像方法をやっていて、ここからその世界中の映画でちょっと真似されるじゃないですけど、あ、そうなんですね。すごい。割となんか一時期銀残しブームみたいな、80年90年代ぐらいかな。この映画は60年代なんだけど、そんぐらい広まったので一時的にブームになって。大塚さん見てください。でかいカエルがいますこれはどういうことでしょう。どうもこうもこれに反応するのは変わらない。ここが一応バーコーナーらしいです。これが全部だから基本はもうそのビジネスの場っていうのが自分的にはなんか結構違和感っていうかちょっとおもろくないですか。これみんなだって仕事の話してるんですよね。スーツの人がみんなちゃんとしたアニメに比べて圧倒的にそのビジネスマンが多い感じです。イオンモールのフードコートみたいな感じじゃないですか。場所的に。いや場所的にはでもこれみんな将来世界の映像の話をしてるわけですよね。いやなかなか異様な空間ですけどねこれ。で大塚さん見てください。上に結構この日本のカントリーオブオナーっていうことのなんか大々的にやってくれてるのは誇らしいと言いますかみたいな感じですね。アニメ自体はカンヌじゃなくてアヌシーって別の映画祭があるから、あんまりカンヌとアニメーション関係ないかなっていうのは今までだったんだけど、ちょっとなんかそこが融合しようみたいな流れがあってちょっとカンヌでだからアニメとか上映される機会がもしかしたらこれからもっと増えるだと思う。俺らは歴史の転換点に来れたかもしれない。そうかもね。ダイアン・キートンね、この間先日亡くなったんですけど、そうなんですね。はい。アニーホールのスチールだと思うけど、あとね、ゴッドワーザーとか出てる女優さんです。アニーホールはちなみに、スター・ウォーズの年のアカデミー作品賞、スター・ウォーズは取れなかった。因縁じゃないですけど、思い出深い作品ではあるんですか。そうですね、スター・ウォーズを任した映画。なるほど。スター・ウォーズを任した映画。やばい大塚さん大注目しないといけない映画見つけましたよ。カエルが主人公の 3D アニメ映画っぽい。すごいリーゼントのカエルを主人公にしてる。なかなか攻めた。これやばいですね。これ絶対見ないといけない俺は。しかも最高じゃないですか。しかもなんか三章のデザインいいですね。これ3章。いやこれ3章っすよ多分。やっぱトリガーチャンネルとしてこのカエルの映画を応援しますよっていう。川原が個人的に応援。俺が個人的にですけど、ヨーロッパに住んでる方々皆さんぜひ見てください。日本で公開されるといいね。されるといいですね。大塚さん今回カメラを持ってますね。それはどういう。もう二度と来ることはないかもしれない。まあでも確かにそんなポンポンいけるようなところじゃないですからね。ってことですよね。あんま縁がない。まあそうですよね。映画祭に来るってそういう未来があると思ったことはなかった。はいはい。なんか思い出、普段そんなに写真撮ったりとかしないんですけど、ちょっと今回はもう来ることもないかなと思いながら風景を撮ったりしてました。アニメーションを見て楽しんでもらうためにはやっぱり平和でないといけないと思うんです。そのアニメーションを作っていろんな国にことでいろんな国の人がアニメ見たよっていうふうに言ってくれて、なんかそこに言葉だったり文化を超えたつながりをもたらす力っていうのがアニメーションにあると思っているんですね。ただエンタメだけではなくてやっぱり世界に切り離されては作品作れないと思ってもいるので、なんかその世界の平和につながるっていうのは大げさでなくそれがアニメの役割だと思っていて、僕らは割と
ガンアクション激しい作品を今作っていますけども、その中にはきちんとそういうその平和への願いを込めた作品をこれからも作っていきたいと思っています。ありがとうございました。ありがとうございます。Thank you so much。はい、というわけで大塚さん、カンヌ国際映画祭お疲れ様でした。お疲れ様でした。今回ね視察もできましたし、一つのアニメ会社の代表としてパネルとかも行ったり商談したりしたと思うんですけど、いかがでしたか？そうですね、そのカンヌ映画祭に来る機会があるとそもそも思ってなかったんで、ちょっと不思議な感じでしたけど、来てみて日本のアニメに対しての関心の高さみたいなのは改めて感じましたね。カンヌに来てる方々も一般の方々というよりは、映像業界のビジネスとしてのアニメーションも、注目を集めてるのかなっていうのは感じましたし、それももちろん今までの応援してくれた世界中のファンの方があってのことだとは思うんですけども、それがよりさらに広まっていく可能性みたいなのを感じることができました。じゃあ逆にシネフィルの部分のその大塚さんがカンヌ映画祭に参加して一番印象に残ったことは何ですか？いや、そういう意味では本当は映画の1本ぐらいシアターで見たいな、来る前から思ってたんですけど、意外とそのチケットとかもハードルが高くて、いやめちゃめちゃ高かったですね。列もすごかったわけじゃないですか。もうそのキャンセル待ちで席空くかどうかをみんなもう外に3時間ぐらい待つみたいな感じだったのが、チケットくださいみたいな札を持ってる人がいっぱいいてあ、こんな感じなんだ逆にそこ自分は感動したんですよね。その3時間座れるかも分かんないでも見たい映画とりあえず並んでみるっていう心意気っていうのは胸熱な人たちだなとはちょっと自分は個人的に思ったんですけど、私は本当映画初日を見るために徹夜で並んだりみたいなこともあったんですけど、今はねインターネットでねチケットの争奪戦みたいなのあるけど、実際並ぶみたいな行為がなくなってしまったから、そういうのは今でも行列あるんだみたいなのを見れたのはちょっと面白かったですね懐かしいというか、いつかそのトリガーの作品が映画としてカンヌに上映されるとか、そういう未来がもしかしたらあるといいなと。いやそれは本当にもうめっちゃ激アツです、アニメのますますの繁栄を願ってということで、じゃあまた世界のどこかでお会いしましょう。お疲れ様でした。トリガーじゃんけんじゃんけん